月の前半はですね、この緑のゾーンのトレードがしっかりできていたのに、月の後半になってくると、だんだんとルールを逸脱して、この赤のゾーンに入り込むようなトレードが増えてくる。はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、マイナス収支やトントンを抜け出すために取り組んでみてほしい3つのこと。今回の動画なんですが、月間や四半期などの期間収益をプラスにできなくて悩んでいる方だけを対象に作っています。今現在収益マイナスという方は、まずはゼロ、つまりトントンへ。収益トントンの方はプラスに持っていくために参考にしてもらいたい3つの取り組みを紹介していきます。いろいろと取り組んでいるものの成果が出ていないという方は参考にしてみてください。ではまず最初の取り組みとして資金管理を紹介していきたいと思います。トレードで利益を出すための変数というのは2つしかありません。勝率とリスクリワードです。勝率というのはいいですよね。何回トレードして何回勝ったかというものです。例えば5回トレードして3回勝てば勝率は 60% です。それからリスクリワードというのは行ったトレードにおける利益と損失の割合です。例えば損切り幅を20ピップスにして利益が40ピップス取れた場合、リスクリワードは1対2となります。例えばここでロング、買いのポジションを持ったとします。損切り位置を例えばここにして、利益確定の位置を例えばここにすると、今損切りまでの距離が13ピップス、そして利益の方が27ピップスとなってますので、損失幅と利益幅の比率が2になっています。これをリスクリワード2というふうに呼びます。そしてエントリーする前には、この損切り位置を決めて、この損切り位置までの幅に対して許容損失額を設定して、ロットを計算するということが必要になります。こちらの表を見てください。この表は先ほど紹介したリスクリワード2のトレードを行った時に、利益がどのように残るかを示した例となっています。例えば1回のトレードでの許容損失額を2万円として設定します。勝った時はこの許容損失額の2倍を利益の目標として狙うことになりますので、勝った場合の利益は4万円。で、5回トレードを繰り返して結果がこのようになったとします。今回は2回勝ちトレードが存在していますが、1回の勝ちトレードでの利益は4万円となりますので、4万円が2回で8万円。負けは3回ありますが、例えば毎回のトレードで許容損失額を2万円として設定します。勝った場合はこの許容損失額の2倍を利益の目標として狙うということになるので、得られる利益は4万円です。そして5回トレードを行って結果がこのようになったとします。勝ちトレードが2回存在しますが、1回の勝ちトレードでの利益を4万円というふうにすると、2回の勝ちで合計8万円。で、今度負けは3回ありますが、1回の負けトレードでの損失は、毎回2万円きっかりで損切りを行っていくことになりますので、2万円が3回でマイナス6万円。つまり合計損益としては8万円の利益から6万円の損失を引いて2万円が利益として残るという形になります。このように勝率が 50% 以下であってもリスクリワードが一定の値をキープできていれば利益が残るというのがポイントです。今度はこちらの表を見てください。この表は勝率とリスクリワードのバランスによって結果がどのように変化するかを表したものです。緑の部分が勝ち、赤の部分が負けという風になっています。見てわかる通り、この表の範囲では勝ちの範囲の方が多いです。先ほどの例でも紹介した通り、勝率 40% でも利益が出せるということは分かっていただけたと思います。まずこれを頭に入れるということが重要です。で、頭で分かっていてもですね、チャートを前にするエントリーしてポジションを持つとこれがすっ飛ぶという方は多いです。じゃあこの表では勝ちの方が多いのに勝てない人の原因は何か、それをここからお話ししていきます。まずこの表を2つに分けたいと思います。緑のゾーンのトレードを資金が増えるトレード、赤のゾーンのトレードを資金が増えないトレードとします。で、先ほどの例でも紹介した通り、毎回緑のゾーンに当てはまるトレードを繰り返すことができれば、期間収益はプラスにできるわけです。ただ実際にはポジションを持った後に損切りラインを引き上げていたら相場の急変動でリスクリワード2を狙うつもりがリスクリワード 1.2 になってしまったとかが発生し得るわけなんですが、とにかくこのグリーンのゾーンに留まれるようなトレードを繰り返すことを心がけるということです。また一方で同時に赤の部分になる取引をしなければ必然的に結果は引き分けかプラスになります。では赤になる取引はどんなものかと見ていくと、勝率が低くてかつリスクリワードも低いということですよね。まずこれを2つに分解して考えていきましょう。まず低い勝率ですね。これの原因として考えられる一つ目は、頻繁なトレードでミスを増やしているというものです。で、ここには感情的なトレードであったりとか、リベンジトレードと呼ばれるものも含みます。で、この点に関しては、多すぎるトレード回数と負けやすさについて解説した動画を投稿していますので、こちらの動画を参照してみてください。また、低い勝率の二つ目の原因なんですけども、そもそも知識不足だという点も考えられます。これは例えばチャートの分析の知識が不足しているだったり、そもそもトレード数
すべきでないところで大量にトレードしているという可能性も考えられます。で、例えばなんですけども、相場というのはトレンド相場とレンジ相場を繰り返して動いていきます。トレンドが発生してしばらくすると、このようにレンジ相場を形成して、ここで一旦小休止をします。で、またこのレンジ相場をブレイクすると、そこからトレンドが再開するんですけども、しばらくするとまたこのレンジ相場となって小休止をするわけですね。相場の7割はレンジ相場だというふうにも言われますが、トレンド相場とレンジ相場では圧倒的に勝ちやすいのはトレンド相場です。こういったところでトレードを繰り返して負けが込んでですね、意気消沈している時にレンジをブレイクしてまたトレンドが再開するんですけども、その大きな流れには乗れていないというようにですね、本来トレードすべきでないところで大量にトレードを繰り返しているという可能性も考えられます。もちろん勉強するだけでは勝てないんですが、最低限相場で戦える知識がないとそもそも土俵に上がれません。で、今回の動画の本題はここではないので、これ以上深掘りはしませんけども、これに当てはまる方は一旦リアル資金のトレードをやめて、まずしっかり勉強するという方がいいと思います。一応補足しておきますが、勝率 20% とかでも1回のリスクリワードが異常に大きいので勝ってるという人もいますので、その点はご了承ください。今回は勝率が低くて、かつプラスにできていないという人が対象ですので、勝率が低いことが悪ではないので、そこは誤解されないようにしてください。続いてここの赤のゾーンのトレードの2つ目の要素である低いリスクリワードについて見ていきたいと思いますが、低いリスクリワードになってしまう原因の一つとして考えられるのが、チキン利確になってしまっている。つまり少し含み益が乗った段階で決済してしまうであったりとか、利益を適切な水準まで伸ばすことができないということにあります。はい。チキン利確の例というものを紹介したいと思います。先ほどと同様に1回のトレードのリスクを2万円というふうに設定します。そして例えば、少し含み益が乗ったタイミングですね。例えば1万円含み益が乗った状態で利確するというふうに仮定しましょう。で、1回目のトレード勝ちとします。はい。で、2回目もですね、同じように1万円で利益確定をして、3回目も同じように利益確定をしたとします。で、この3回のトレード一応勝ちトレードということになってるんですが、そうするとですね、勝ってる間というのは当然利益が積み上がっていくんですけども、例えば4回目のトレードで負けが発生したという場合ですね、この場合許容損失額2万円ですから、ここの損失はマイナス2万円ということになります。そして5回目もですね、負けトレードになったというふうに仮定すると、同様に損失額がマイナス2万円ということになって、合計損益見てみると、5回のトレードで3回勝ってますから、1万円 ×3 で3万円が利益となります。ただ負けトレードが2回ありますので、2万円の損失が2で4万円の損失、つまり3万円引くマイナス4万円で、合計損益はマイナスの1万円となります。で、勝率の方を見てみると、5回トレードして3回勝ってますので、勝率は 60% ということで、動画の冒頭で説明したものよりも勝率は高いんですけども、合計損益はマイナスになっているというものになります。このようなことをやっていると、勝っている時はですね、もちろん利益が積み上がっていくんですが、ひとたび負けが発生する、または連敗が発生してくると、これまで少しずつ積み上げてきた利益があっという間になくなります。コツコツドカンまでにはいかないんですけども、何回かトレードを繰り返していくと、ゼロまたはマイナスに陥っていくというものです。つまり、勝っている時の利益が少ないので、負けが発生した時の損失が、その利益でカバーできていない状態ということができます。それではここまでのお話を踏まえて、できるだけこの緑のゾーンに留まりつつ、かつ赤のゾーンに踏み込まないための3つの取り組みというものを紹介していきます。もちろんこれをやったからといって必ず問題が解決するとは限りません。今勝てていないという方、原因は様々あると思いますが、今回お話しする内容が解決策になるかもしれないものとして、僕からの一つの提案としてですね、聞いていただければというふうに思います。まずは1つ目の取り組みなんですが、これは緑のゾーンに留まりやすくするための取り組みです。何かというと、徹底的にトレンドフォロー、略して TTT です。これ冗談抜きにですね、頭に刻み込むためにもこうやって覚えてみてください。つまり、押し目買いと戻り売りのみ狙うということです。はい。で、こういうのは一切狙わなくていいですという話をしていきたいと思いますが、例えばこういうようなトレンドを築いている動きがあったとして、こういうところからの反落を狙うトレードだったりとか、こういうところもそうですね。はい。あとは下がってる相場であれば、こういうふうに下がっている時にこの反発の一発目ですね。この初動を狙う、反発の初動を狙うような動きっていうのは一切やらなくていいです。はい。そうではなくて、このような上昇トレンドが発生している時は、その方向に沿った方向の押し目買いのみ狙うということです。逆の場合も同じです。こういうふうに下がってる相場があった時に、わざわざそれと逆方向の動きの反発の動きを狙わないということです。下降トレンドが発生しているのであれば、その方向に沿った戻り売りのみを狙うということですね。こういうところであったりとか、このように戻ってきたところからの売りのみを狙うということになります。押し目買いと戻り売りのみを狙うということです。
ですね。やはりトレンドに沿った方向とトレンドとは逆方向でどちらが勝ちやすいかといえば、当然トレンドに沿った方向の方が相場の助けを得られやすいので勝ちやすいです。今回の動画のテーマである、まずはマイナスからゼロ、ゼロからプラスに持っていくということが最優先なので、今お伝えしたような部分というのは捨てて、トレンドを特に上位足の方向に沿った方向に注力するということを意識してみるといいと思います。こちらのプラスの世界に移れば、いくらでも洗練させるということができますので、こういうところからの一時的な下落を狙うように幅を広げていくでいいと思うんですよね。手法はトレンドフォローであれば正直何でもいいと思います。何でもいいというのは、きちんとバックテストもフォワードテストもやって、期待値が見込めるものであれば何でもいいという意味です。移動平均線を使っている方であればそれでもいいですし、ボリンジャーバンドとか使っている人であればそれでもいいと思います。僕のチャンネルはローソク足をベースにしたコンテンツが多いですけども、押し目買いと戻り売りに関してもですね、過去に動画をたくさん投稿していますので、何をやったらいいのかわからないという方はですね、それらの動画を参考にしてみてください。続いて2つ目の取り組みは赤のゾーンに行きにくくするための取り組みですが、50% 思考でリスクリワード2を意識したトレードを愚直に繰り返すというものです。冒頭のこちらの図でお伝えしたように、リスクリワード2を愚直に繰り返すことができれば、勝率 40% でも利益が出ます。このグリーンの部分のトレードですね。でもせっかくなのであれば、僕は 50% の勝率を狙えばいいと思います。50% って気が楽ですよね。で、誤解していただきたくないのが、50% だったらコイン投げの表と裏と同じじゃないかっていうことで、どこでエントリーしてもいいということではありません。はい。例えばですね、こういうレンジ相場があったとして、このレンジ相場の下限の近くでショートをしても、多分勝率は 20% とか切ると思います。そうではなくて、たとえ統計的に見て、例えばバックテストもやった、フォワードテストもやった、その結果、勝率 60%、70% というような期待値が見込める取引ルールであったとしても、実際に実施すると相場のいろいろな不確定要素だったり、自分が環境認識や判断を間違うといった要因も込み込みで勝つか負けるか 50% という心構えでやるという意味です。そういう不確実性も全て考慮して、50% くらいかな。でもしっかりと資金管理を行って利益を伸ばせるときはリスクリワード2を愚直に繰り返せば利益が出る。そういう心構えでいるということです。そしてそれを実現するための方法としては、指値を使うという点が挙げられます。はい、指値を使うというのはエントリーに関しては指値でも成り行きでもどっちでもいいと思うんですが、損切り位置と利益確定のポイントに関しては指値で設定してしまうということです。で、相場を見ていると利益が乗ったタイミングで決済したくなってしまうという方に関しては、なおさらこのやり方がおすすめです。損切り位置と利益確定の目標ポイントにですね、指値注文を置いたら、あとは完全放置でひたすらこれを繰り返していくというものです。最後3つ目の取り組みなんですが、これは1つ目と2つ目の取り組みをきちんと行えているかチェックするための取り組みです。何かというと、自分の取引をしっかり見直そうということになります。先ほど紹介した1点目と2つ目のポイントを行いつつ、日々自分の取引を見直していきます。何かルール違反していないか、変な取引していないか、人って同じミスを繰り返します。で、それを繰り返していると癖になります。で、今会社にお勤めして仕事をしている人とかであれば、間違った方向に行ったとしても、上司や同僚の方が指摘してくれたり、助けてくれます。でもトレードって投資もそうですが、完全に一人です。なんか変なことをやってるかどうか、毎回同じミスをしてるかどうかさえ自分でチェックしないと誰も指摘してくれないし、強制できません。月の前半はですね、この緑のゾーンのトレードがしっかりできていたのに、月の後半になってくると、だんだんとルールを逸脱して、この赤のゾーンに入り込むようなトレードが増えてくる。そんな時にも、お前最近この赤のトレードが多くないかっていうふうに指摘してくれる人は誰もいないわけです。このようなルールを逸脱していないか、なんかミスをしていないかといったことをチェックするためには、トレードノートを毎回しっかりつけるということが改めて重要なことになってきます。はい、今トレードノートつけてないという方はですね、これをきっかけにぜひトライしてみてください。僕が公開しているツールもありますので、何をどうやったらいいかわからないという方はそちらの方も参考にしてみてください。はい。ということで最後まとめをしていきたいと思いますが、利益を出し続けられるトレーダーに求められるスキルとして3つの M というものがあります。一つ目がメソッド。これは手法とか取引ルールですね。で、二つ目がマネー。これは資金管理やリスク管理のことを指します。そして三つ目がマインドです。これは取り組み方であったりとか、感情のコントロール、それから自分で取引のルールを定めて、それに従うという規律の部分ですね。こういったトレーダーの姿勢に関するものです。で、今回は主にこのマネーの部分ですね。特に資金管理の部分をお話ししてきたわけなんですけれども、この三つのうちどれかが欠けても継続して利益を出し続けることはできません。どれだけいい手法があっ
ったとしても、資金管理やリスク管理ができていなければ、1回の負けや少しの連敗でそれまで積み上げた利益を飛ばすなんてことにつながってしまいます。この動画で紹介した内容について今まで意識したことがなかったという方はぜひ参考にしてみてください。最後になりますが、今回の動画の内容ですね、一部でも参考になったという方はぜひ高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。